んにちは、メイです。久々に庭作りを極めていこうと思います。それでは早速見てみましょう。まずは場所についてです。地図で言うと F4 です。庭はこんな感じで段差も何もなく、背景も殺風景な感じですね。左奥に湖があります。オアシスみたいな感じですかね。右奥の背景はバオバブの木が並んでいるだけですね。こういう殺風景な場所はどんな庭よりも自由度が高いです。その分人によっては難易度も高くなってしまいます。どういうポイントを押さえるべきか作りながら解説していきます。庭作りの基本はこの3つのポイントです。基本編を見ていない方は基本編もぜひご覧ください。今回のテーマは行列のできるトマト農家です。殺風景な場所なので使う背景がほぼないのですが、唯一ある湖を使っていきます。カラーはこんな感じです。トマトの色をメインにして庭全体でトマトを表現していきます。まずは家の概要です。こういった何もない庭を作るポイントは区切りをつけることです。区切りをつけると場所に意味を持たせやすくなり、庭が作りやすくなります。今回は4分割していきます。分割した場所をそれぞれに役割を持たせるのですが、今回の計画はこんな感じです。分割方法ですが、今回は前入れ座で道を敷いて区切っていきます。区切る方法としては、道を作る以外に木を植える、パーテーションを置くなどがあります。一番簡単な方法は道を作ったり前入れ座を敷くことですね。右上にトマトの販売所を作ります。背景がスカスカなので一番奥に木を植えて背景を隠します。背景にあるバオバブの木を庭にも使うことによって背景を入れた写真を撮った時に場所が馴染んで見えるようになります。ここに販売所の建物を作っていきます。大きな家具はなるべくメインカラーを使っていきます。西部の街並みと天蓋付けカウンターの組み合わせは小さな建物に見えて好きです。空いた部分に前入れ座を敷いていきます。販売所に商品を置いていきます。ケチャップちゃんの作るトマトは最高のトマトになる設定なので、どんな加工にしても最高の出来栄えになります。メニュー黒板のコーヒーは場所に合わないので裏向きにします。いつも使っている家具でも後ろ向きにすると新しい顔を見せてくれることもあります。この場所は出荷用のトマトを運ぶために用意しましたが、あまりに人気すぎて飾りになっている設定です。これで販売スペースが作り終えました。場所ごとに設定をつけるとレイアウトしやすいですね。次は右手前の食べる場所を作っていきます。まずは前入れ座を敷いて場所の区切りを明確にします。4×5 のスペースにギュッと物を詰め込んでいきます。ミルク缶は完全にディスプレイ用ですね。机と椅子は90度の関係になるように置いていきます。この90度の関係はこの椅子に座った時に膝と膝が当たるので親密度が増すと言われている配置です。性別によって多少心理効果が変わるのですが、仲良くなりたい相手の90度の位置に座るとお互いにリラックスできるのでおすすめです。これで飲食スペースは完成です。次に左手前のトマト畑を作っていきます。普通に並べるより斜めに並べた方が全体のバランスとして動きが出るので、前入れ座も斜めに敷いていきます。斜めの畑って可愛くて少しだけ珍しくて好きです。前入れ座の間に土の道を敷いて、その上にトマトを飾っていきます。トマトは多少乾燥気味にすると甘くなるらしいです。バオバブの木が生えている場所は乾燥した熱帯地域なので、トマトも育ちやすいのかもしれないです。木の実のランプをプチトマトに見立てていきます。トマトの間に置くと本物のプチトマトみたいに見えますね。
パーテーションポールを置いてトマト畑は完成です。次は左奥の湖を見る場所を作っていきます。繰り返しになりますが、初めに間合いで枝から敷いてある程度形を決めていきます。花の多い花壇のマイルザを中心に敷いていき、華やかさをアップさせます。華やかさを重視したのは、大きな家具を置くことでほとんどマイルザが見えなくなってしまうからです。同じ色で揃えると地味になりがちなので、マイルザで調整した感じですね。ガゼボの周りはシンメトリーを意識しています。左上が完成したので、足りない部分に家具を追加していきます。完成です。土地を分割してそれぞれに役割を持たせると比較的スッと決められると思います。まっさらな庭からトマト農家を作る工程はいかがだったでしょうか。何もない場所ほど楽しいけど難しいんですよね。そういう時は区切ってみるということをぜひお試しください。今回のおまけはこの部屋の完成ムービーです。黒い窓のマイルザを公開したので、使い方の参考になれば幸いです。木の実のランプがプチトマトに見えたよと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。